はいどうも B 賞です、今日はキャプテンアメリカシビルウォーで登場したアイアンマンマーク46の再販モデルが発表されたので、フィギュアのプレビューや予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ということで今回シビルウォーで登場したマーク46が発売されることになったようなんですけど、アイアンマンについては先日のマーク3に続いてまた新作が発表されましたね。すでにアベンジャーズ引退したキャラクターでここまで再販が続くのかと思うとね、本当に人気で売れる商品なんだろうなというような感じがしますね。コミコンとかで展示だけされて公式的には発売されていなかったキャラクター、例えばマンティスとかバルキリーとかいろいろいると思うんですけど、そういうねキャラクターもいる中でさすがの待遇だなと思いますし、今後もねマーク85まで、再販だったり色違いのアイアンマンが発売され続けるのかなと思うと楽しみではある反面、コレクターの懐はね寒くなる一方かなという、ちょっと難しい状況がしばらく続くのかなというような感じですね。で今回発売される経緯としては、ただの再販ということではなくて、ホットトイズの公式ストアが上海にオープンするそうで、それを記念しての発売となるそうですね。で説明文を見てみると一部市場のみでの発売となるようなんですけど、日本でも最低限トイサピエンスでは発売されることにはなるんじゃないかなと思います。それ以外のスタッチトイズとか、豆嫌いとかね、アミアミとかいろいろあると思うんですけど、そういったサイトではねちょっと今回発売あるのかはわかんないですね。大手ショップだったら発売あるんじゃないかなと思います。そしてこのアイアンマンもちろんダイキャスト製のフィギュアになっています。一応過去にもダイキャストのマーク46発売されているので、再販といえば再販になるんですけど、付属品だったり台座などは一部今回仕様が変わっている部分もあるので、詳しくこれから紹介していきたいと思います。現状でわかる過去作との違いは、まずトニー・スタークのヘッドがつかないことと、あと台座が変わっているようですね。ヘッドがつかないことに関してはねちょっとびっくりというか、これまでの流れ的にもついてる方が普通でしたし、先日発表されたマーク3も心臓系のヘッドが付属していたりもしたので、今回なんでこのマーク46には付属しないのかという点はね、少し疑問に思いました。ただもしかすると今後アップデート情報とかあって付属するということにもなるかもしれないので、可能性は低いかもしれないんですけど、ミステリオのようにね発売直前にサプライズで素顔ヘッドが付属するというパターンもあるので、そのパターンはね少し期待しておいてもいいのかなと思いますね。で過去の素顔ヘッドは目の下に少しあざがあるようなヘッドだったので、続報あるとすればどのようなヘッドになるのか、楽しみに待ちたいと思います。そして台座はとてもいい感じの戦場ジオラマの台座になっていると思いますね。雰囲気的にはヒドラの秘密施設が崩壊した現場を再現しているのかなという台座で、瓦礫が積み重なった様子が再現されていて、足元にはシビルウォーの映画タイトルのプレートが埋め込まれているというようなデザインになっています。過去作の台座も割れた地面を再現しているようなものだったと思うんですけど、個人的にはね過去作の方が汎用性高くて、いろいろなフィギュアの写真を撮影するにしても便利そうな台座だったので、そこは前回と変わらずでも良かったのかなとも思いましたね。今回のものもフレキシブルアームではあるので、それと組み合わせてね様々なポージングを楽しむことはできそうです。そして他の違いとしては、このフィギュアにはキャプテンアメリカのヘルメットも付属しないようですね。このキャプテンアメリカのヘルメットは過去作にも付いていたらしいんですけど、正直ねあったからといって嬉しいということも特にないと思うので、付いていないということに関しては特に問題ないのかなとも思いました。また前腕部分や僧帽筋に交換パーツとして取り付けることができるミサイル機構の交換パーツも付属するので、それぞれ好きなように交換することもできますし、手の部分は一体化されているようですが、足裏につけることのできるジェットのエフェクトパーツも付属するそうなので、ここら辺はねプレイバリュー豊富なフィギュアになるかなと思います。アーマーの見た目自体は全身傷がないような、綺麗なアーマーになっているんですけど、胸のアーマーだけは今回ダメージ版のパーツも付属しますね。このシーン好きな人も多いとは思うんですけど、キャプテンアメリカとの戦闘でアークリアクターに盾を刺されて割れたアーマーを再現してるんですけど、とてもかっこいいですよね。亀裂のダメージの表現なんかもかなり精巧な作りになっていて、リアクターのカバーというか、一部割れて破損した様子も再現されているので、キャプテンアメリカの盾を持っている方はねあのシーン再現することもできるんではないでしょうか。そして背中のエアフラップは今回4箇所開閉するような構造になっています。マーク3だったり初期のポワードスーツと比較すると、だいぶ小型化されてしまったエアフラップなんですけど、開くポイントはねリアルで溝まで模様が彫られていて黒く塗装されていたりとか、背中の機構もね機械仕掛けの見た目がごつくてかっこいいと思います。僕も色違いのマーク47持ってるんですけど、このスーツデザインねアイアンマンの中でもかなり好きな方なので本当にかっこいいなと思いますね。で、かっこいいポイントとしてフィギュアになっても体のシルエットとか、とても綺麗ですし、可動域も結構広いんですよね。ヒーロー着地のポージングも難なくこなせて、特にね
違和感ないようなポージングできますし、腰回りとか割と切れ目が多くておもちゃ感が出てしまいがちな箇所も流線形がとても綺麗で、本当に素晴らしい点がねこのフィギュアおすすめかなと思います。可動ポイントも本当に目立たない作りになっていて、特に膝の構造はねとても自然な見た目になっているので、曲げても伸ばしても綺麗に見える点も素晴らしいなと思いますね。そしてライトアップ機能はもちろんこのフィギュアも搭載されてるんですけど、全身でね約28箇所ライトアップされるらしいですね。かなり多くて本当かっていうふうにも思ったんですけど、目だったりリアクター以外の部分にも腕や胴、足に細かいライトがたくさんついているので、それら合計するとね、28箇所くらいになるのかなと思います。価格と発売時期についてはまだ国内サイトでも予約開始されていないので今回は割愛するんですけど、情報あり次第概要欄に予約ページの URL 記載しておくのと、コメント欄にもね固定しておこうと思います。ただ冒頭でも話した通り、今回ホットトイズ取り扱いの一部店舗でのみ発売という言葉があるので、もしかすると国内ではトイサピエンスのような正規取扱店のみでの発売となるかもしれませんね。そうなると価格がまた6万円超えてきたりする可能性も高いのかなと思うんですけど、マーク3がトイサピエンスで6万8000円だったことを考えると、付属品的にもねそこまでは上がらないのかなと思うので、予想では6万円前半くらいで落ち着くのかなと思います。高いことに変わりはないんですけど、今後ね値下がりするということも特にないと思うので、予約して買うからには仕方ないのかなとも思いますね。で最近ホットトイズに関しては海外で発売されるとメルカリとかで安く手に入れることもできることはあるので、正直に予約しなくてもいいのかなというような気がしてしまうんですよね。高いお金払って予約するからにはもう少しメリットというか、もうちょっと早く届くとかね特別感があると嬉しいなとも思うんですけど、システムが変わるということはないと思うので、製品のクオリティだったり、対応サービスをねもっと向上させてほしいなと思います。そして発売時期については、これまでのスケジュール的に考えると2024年の1月から2月頃の発売になるのかなと思います。そして予約について、買う買わないについてはとりあえず予約することはないかなと思いますね。このアイアンマンについてはたとえクオリティ上がったとしても、正直過去作の方がいい点多いかなと思います。とりあえず1体マーク46欲しいなとなった時に、過去作にはね素顔ヘッドもついていますし、付属品だったり台座を見ても買うなら過去作でいいかなというふうに思いますね。価格的にも6万円が超えるのであれば、サイトによっては過去作の新品を余裕で買えてしまうのではないかなと思うので、僕は買うなら正直過去作でもいいかなと思ってます。ということで今日は新作ホットトイズとして再登場したシビルウォーアイアンマンマーク46についてフィギュアの詳細をプレビューしていきました。一応再販フィギュアということで、最近コレクションを始めた人にとってはね嬉しい情報なのかなとも思うんですけど、付属品だったりを見ても買うなら過去作で十分かなというようなことが正直な感想です。新規のトニー・スタークのヘッドなどつけばもう少し良かったかなとも思ったので、今後アップデートがあって付属することになれば嬉しいなと思います。ただアーマー自体はこのマーク46かなりかっこいいと個人的にも思いますし、胸のダメージパーツも魅力的だと思うので、気になる方はね過去作でも良いので手に入れてみてはいかがでしょうか。予約情報については国内情報発表され次第概要欄とコメント欄にも固定しておくので、そちらも参考にしていただけると嬉しいです。ということで、この動画参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。